ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢や八幡 TV。本日も歴史について語ってまいります。動画アップはですね、久しぶりになるんですが、昨日、66歳の誕生日ですね。歴史仲間たちと、星のコーヒーでお茶しながらですね、ちょっと歴史について語ったりもしてきたんですけれども、古事記は天の出来事であるということを理解してもですね、なかなか時節を変えるのは難しいようです。とにかくですね、鴨の馬淵がですね、元頼長に、伊勢であってですね、万葉集を勉強しなさいと言われてですね、元頼長先生はですね、非常に真面目な人やったと思うんですけれども、古事記のですね、4倍ぐらいの解説文を書いてるようです。要するに古事記伝ですね。それを元に語られているのが今の古事記であって、真実の古事記ではないということです。これは万葉集を見ていったらですね、今の大和ですよね、奈良の方が中心であったというのは間違いであるということがわかると思います。まずよく出てくる万葉集ですね。除名天皇34代です。天智天武のお父さんにあたります。皇玉天皇、西明天皇のですね、旦那さんですよね。ご読んだ、万葉集ですが、大和には村山あれど取りよろう雨のかぐ山登り立ち国見をすれば国原は煙立ち立つ海原はかもめ立ち立つ馬し国荘秋津島大和の国間と奈良でですねかもめ立つとこありません。今ある、藤原京の横のかぐ山ですね。雨のかぐ山にはそんなところ存在しません。ここのかぐ山というのはですね、小松島湾のですね、横にあるかご山であるということなんですね。今、かぐ山って言われているところが、元のかぐ山であるということなんですね。また、万葉集読み人知らずだと思いますが、1096番ですね。古のことは知らぬを我見ても、久しくなりの雨のかぐやまずですね。昔のことは知らんけど、わいてみたらこれがかぐやまなんやと歌ってますわね。それと、これでもかぐやまというのはですね、これ泡にあったと、元のかぐやま、それであるというのはわかると思いますしですね。これ、飛鳥です。飛鳥も2つあったということです。万葉集992番、大友の坂の上の稲妻を踊ってます。これもよく例に出して言いますけれども、ふるさとの飛鳥はあれど青によし、奈良の飛鳥を見らくよしもと踊ってまして、飛鳥は2つあったということです。ふるさとの飛鳥は泡であると。で、奈良の飛鳥もええもんですね、とこう出るわけですよね。これで、泡を拠点に、してですね、大和に出ていった。それは、文武天皇のですね、700年頃からであるということなんですね。で、先日もこれに出しましたが、仁徳天皇ですね、第16代、王神の次の天皇です。和王陳です。で、これは、讃岐が教育天であると。何話の宮と言って、大阪の何話と言っておりますが、あれは後付けされたもんであると。もともとの何話というのはですね、この讃岐の港を何話と言うんだということですね。押してやるも、押してやるや、押してやるや、
なにわですね。なにわの先をいでたちて、我が国名場、淡島、小野頃島、味巻の島も見ゆ、酒津島見ゆとですね、先日言いましたようにですね、淡島はこれ全入離島であるということですね。日本最大の中之島です。それと小野小島は前中島であるということですね。美馬市のから降りてきたところ、これが小野頃島であると。ここにイザナギが生活してたんだということですね。イザナミ神社というのがこれ、基本的に唯一あります。で、今、北にももう一つできているようですが、北岸ですね。これがもう土砂です。で、味巻の島というのは阿南市でですね、これ熱帯雨林の島を指すんだということで、酒津島というのは、要するに淡路島と、鳴門にある、二つの島がですね、あると、そのことを指しているんだということですね。これは、淡路島からこれ歌った歌なんですけれど、淡路島から今大阪のなにわを見たらそんなもんは一つも見えません。これは、泡ですね、吉野川。吉野川というのも、紀の川の上流吉野川となっておりますが、後醍醐天皇の吉野宮ですね。これは、阿波の徳島の吉野川であると。いうことなんですね。それとですね、その後、奈良に移ってですね、時に、船の大君というのが歌った歌はですね、眉のごと、雲ゆみゆる阿波の山、かけて、漕ぐ船、隣知らずもと。要するにこれは、向こうの裏ですね。今、西宮の横ですかね。向こうの省というのがあります。そこから、こいでですね、阿波へ来た時の歌で、前のことで、これ美談です。当時は井の山と呼ばれていたようですが、これ美談を見たという歌ですよね。これは聖武天皇の時代だそうです。聖武天皇は45代ですか ?45 代天皇で、これは完全に平城京も、大仏建立の頃ですからね。これを歌った歌があると。で、たまに、この奈良へ移っても、阿波へ帰ってきていたみたいですね。それとですね、柿の本のシルトマラが歌った歌でですね、ヤグもさす、出雲の子らが黒髪は、吉野の川が沖に、なずさむと歌ってるようで、なんか吉野川というのは大きいですからね、阿波の吉野川は。それで、お子さんを亡くした時の歌のようですけれど、この吉野川、よってですね、柿の本の人丸というのは阿波の人だったということなんですね。それをわからないと、ダメだという世の中見えてこないですよね。それとですね、笹波の国津、三上さんね、三上の移さびて、荒れたる都を、荒れたる都を見れば悲しきというふうに、歌った歌がですね、高市の古人を歌っているようですけれどもですね、これは大宮です。大宮、今は琵琶湖の大津や言うてるんですけど、これ嘘です。この桓武天皇の50代の頃にですね、古津を大津に変えたそうです。ですから、これはですね、天智天皇が亡くなってですね、天武天皇が継ぎますよね。で、鳴門にある大津の宮が
こう裏切れてしまったと。荒れたる都というのは、これは大津の大津という琵琶湖があると、琵琶湖じゃなしに鳴門の宮のことを指しているんだということですね。ですから、こっちへ、畿内へ移って泉大津というのがありますよね。で、神武天皇阿波の人で、泉佐野の巫女ですからね。そういうのが、名前が残されております。それとですね、これ、その近江の宮のことを取ったところですね、伊佐名取近江の宮、阿波海ですよ。近江の宮を沖避けて、こぎ来る船の近づきて、こぎ乗る船、沖津、火事ですね。火事、委託は、委託、離れそう、近つ火事、いとく離れそう、若草の君を思うと。君の思う取り立つと。153番ですか。これ、大和姫の君という方で、これは天智天皇のお妃の一人だったようです。それで、問題はこれ、イサナいうのはクジラなんですね。いくら琵琶湖が大きいと言っても、クジラはいません。ですから、ここで言われるのは、鳴門でしたら、クジラいますからね。そこで歌った歌であるということで、このイサナ取りの歌であると。どう考えても、近江のですね、阿波海というのは、この、淡いですね。海と書いて、近江と呼んだようです。ということで、天智天皇お祈りは鳴門であったと。ですから、それを見てですね、阿波が拠点であってですね、阿波で千年、虚構で千年というらしいですから、それでこの奈良で85年ぐらいですね。私今、バイト行ってます。長岡京は、泣くよウグイスが、平安京できてるんですんで、それの10年前、784年から10年続くと。実質80年ほどがですね、奈良であったということなんですね。で、大和にいますですね、大国玉神社というのが、この阿波にあるのとですね、それと、奈良にもあるみたいですが、こういう字見たらですね、大和とこの和ですね、一字で書いてるのと、奈良の方の大和は大大和と書いてます。ですから、700年の時代にですね、700年頃にですね、大和が畿内へ移って大大和というふうになったというのが、これわかると思います。それを見てですね、この先日解説しました神武統制のこともですね、この配置を見てですね、阿波であったということをこれ理解しないとですね、全く日本の歴史見えてきませんからね。本日はこれ昨日撮ろうと思ってたんですけれども、遅くなってしまいましたが、阿波古事記に見る万葉集ですね。万葉集を読んでみたら、阿波が都であったということがわかるということなんですね。本日はここまでにさせていただきます。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。